はい、What's up 哲也です。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日はトランプ vs ゼレンスキー大喧嘩、その裏に潜むシビアな対中戦略というテーマでお話してみたいと思います。2月28日、ホワイトハウスで歴史的な会談が行われましたね。いろんな意味でね。米国のトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領のホワイトハウスでの初めての対面会談だったんですけどね。戦争の長期化に揺れるウクライナですけれども、最大の後ろ盾であるね、米国の新政権との関係を再構築できるのか、それともね、亀裂が深まっていくのか、いろんなね、見方があったわけですけれども、その行方がね、世界中の注目を集めていたんですけれども、会談はですね、当初はね、穏やかな雰囲気で、スタートしたわけですよ。素晴らしい結果だ、トランプ大統領はこう語りね、ウクライナの鉱物資源を共同開発する協定の合意を歓迎したんですね。一応合意は口約束レベルではしたということですね。ゼレンスキー大統領も真の安全への第一歩になることを願っていますと応じ、その場では昼食とその後の書面に向けて着々と準備が進められていたということで、開始40分ぐらいまでは雰囲気のいい会談だったわけですけれども、ところがですね、開始から40分経過した後ぐらいですかね、空気が一変するんですよ。急転直下、激しい言葉の応酬になっていくわけですね。火種となったのは米国の J.D. バンス副大統領の発言だったんですね。平和と繁栄への道は外交に関与することですというような発言をしたということですね。不毛な争いはね、もうやめてね、そろそろ話し合いに入ろうやとね。一応現状をね見据えて、そこを凍結する形になるかどうか分かりませんけども、もうその武器を使ってね、殺し合いするのはやめましょうと、話し合いで決めていくようにしましょうやということを、バンスさんが言ったということなんですね。でこの言葉にゼレンスキー大統領が噛みついたわけですよ。 JD さんと、外交とは一体どういう意味ですかということなんですね。ゼレンスキー大統領はロシアのプーチン大統領が過去の合意を次々と破棄してきたことを指摘してね、苛立ちをあらわにしたわけですよね。そんな会話とか対話とか外交とか言うけど、そんな甘っちょろいものでね解決するわけないんですよということを言いたかったわけですね。ゼレンスキー大統領の話を理解するにはですね、1994年のねブダペスト覚書と、このブダペストというのはハンガリーの中北部の中堅都市なんですけどね、ブダペスト覚書と、それから2015年のミンスク合意、これミンスクというのはベラルーシの首都ですよね。ミンスク合意、そしてそれを実行をたらしめるために2019年に一旦合意に至ったねシュタインマイヤー方式による停戦合意について知っておく必要があるんですね。それぞれ見ておきたいと思います。ブダペスト覚書なんですけど、これはですね、1994年冷戦終結後の世界でウクライナは独立を果たしたんですね。ソビエト連邦崩壊に伴い、膨大な核兵器を継承することになったんです。その時にね。でウクライナは地域世界第3位の、核保有国となっていたんですよ。だからアメリカと、ロシアに次ぐですね第3位の核保有国はウクライナだったわけですよ。もしあのままですねウクライナが核を持っていたら、もうとてもじゃないけどロシアはウクライナ侵攻はできなかったんですね。これは核を持たないから入ってきたわけですよ。だからね、僕はちょっと話それるけど、日本もですね非核三原則の持ち込ませずはもうやめてですね、核共有ということに踏み切った方がいいと思うんです。今でも事実上ね核共有に近い形になってるかもしれませんけどね、核共有かもう核保有かね、つまり原子力潜水艦による核の SLBM 潜水艦発射型弾道ミサイルですね、そういったものを積んでですね、4隻か5隻ね日本周辺をいろいろと回遊している状態というかな、潜水している状態ですね。そういう状態を作っておくべきだと思うんですよ。それがないとねやっぱり抑止力にならないですよね。ということで、僕は核は保有した方がいい、あるいは共有した方がいいという立場の考え方を持ってますけれどもね、ウクライナはちょっとその辺は弱かったというか、核を持たない方が平和になるというそういう考え方にやっぱり沿ってですね核を放棄したわけですよ。
でこの時に交わされたのがブダペスト覚書というもので、米英ロとの間でね覚書が交わされたわけですね。これがブダペスト覚書で、核兵器を放棄する代わりに、つまりウクライナが核兵器を放棄する代わりにロシア、米国、イギリスがウクライナの安全を保障すると約束したわけですよ、ね。だからこれが根底にあるんですね。またその他の核保有国であるフランスと中国もね、別の書面で同様のことを個別に保証したという経緯があるんですね。ですから、ウクライナとしてはね、自分たちはあなたたちの言うように核を放棄したわけだから、ね、そしてその代わりに安全保障をすると言ったでしょと。ところが自分たちは核を放棄したのに、逆にこうやってねやられているんじゃないか、どういうことだと、そういう思いがあるわけですね。実際ですね、2014年のロシアによるクリミア併合によってですね、このブダペスト覚書の約束はですね、あからさまに破られることになったわけですね。これ以降、ウクライナは西側諸国との結びつきを強める一方で、つまりできるだけもう NATO に入りたいというようなことを言ってましたね。そしてロシアとの対立を深めていくことになるわけですよ。ロシアとしてみればウクライナが NATO 化するとですね、もう自分のすぐ横に核弾頭が来るということなので、もうとてもじゃないけど容認できないということなんですね。ウクライナが求めていたのは、米国や NATO による確固たる安全保障なんですね。それが今回のゼレンスキー・トランプ会談の重要な論点の一つとなっていたわけです。少なくともこれはウクライナ側にとってはということですよ。米国はそれほどでもなかったでしょうけどもね、ウクライナ側としては安易な停戦に応じても、やがてロシアがまたねそれを破って元の木阿弥になってしまうと、そういう懸念が拭えなかったわけですよね。2014年から続くウクライナ東部の紛争では、ロシアが支援する親ロシア派武装勢力とウクライナ軍がたびたび衝突を繰り返したんですね。これを解決するために2015年に締結されたのがミンスク合意なんですね。でこの合意はウクライナ東部ドンバス地方における停戦、兵力の撤収、地方選挙の実施などを規定しているわけなんですけども、しかしウクライナ側の主張によればですね、ロシアと親ロシア派はミンスク合意を守らず、ウクライナ側も応戦するためにですね、断続的な戦争が続いたわけですよね。ウクライナ側も一方的な譲歩には応じてなくてですね、結果的に双方とも停戦破りの状態が常態化していたというわけなんですよ。そして2019年にはウクライナの新大統領になったゼレンスキー氏が和平プロセスを推進しようとして、ロシアとウクライナを欧州安全保障協力機構 OSCE が仲介する形で改めて停戦合意をするに至ったんですね。これはシュタインマイヤー方式による停戦。これはシュタインマイヤーというのはドイツの大統領の名前ですね。フランク・ヴェルター・シュタインマイヤー大統領ですね。その人が提案したので、シュタインマイヤー方式による停戦と呼ばれていますけど、しかしこれも結局うまく機能することなく、激しい紛争がやっぱり続いてですね、そしてついに2022年2月24日ですね、ロシアのウクライナへの全面侵攻、ウクライナ戦争が勃発したわけですよね。それでミンスク合意は完全に崩壊したということなんです。こうしたですね、度重なる合意破りの経緯から、ゼレンスキー大統領はロシアは信用できない、停戦してもまた破って攻めてくると考えていてですね、停戦協定だけを結んでも結局は無意味だと強く認識しているわけですよ。それで NATO あるいは米国によるですね、安全保障が不可欠だという考え方に至っているわけですね。ですからアメリカともそういった話をねしっかりしないと、ただそのねレアアースの採掘とかね、そういうことだけで合意したのではですね、これではちょっとね今後やっぱり危ぶまれるということなんですよね。このような歴史的な事情を背景にですね、ゼレンスキー大統領は米国の安全保障面での支援を絶対に必要不可欠と考えて、今回の会談ではその確約をね強く求めたわけなんですね。そしてこうした認識のもとにゼレンスキー大統領はオバマ、トランプ、バイデンと米政権は変わっていったけれども、そのような外交というレベルではですね、ウクライナの窮状は一向に改善されなかったんだと。これは明らかにトランプさんやバンスさんやルビオさんの前で米国批判になっている。しかもトランプの名前も間に入ってますからね、トランプ批判にもなっているわけですよ。もうテレビカメラが入り、記者団が入る中でのそういう発言でしたので、か
カチンときたということですよね、アメリカ側も。ですからこれに対してバンス副大統領が激怒してこう反論するんですね。ここは大統領執務室だよと、ね、米国のメディアの前でそのような訴えをするのは失礼だと、はっきり反論したわけですね。反論というか、反批判したわけですね。双方がそれで激しくやり合い始めてですね、ちょっとねトランプも最初は聞いてたんですけど、やっぱり口を挟むようになりましたね。割って入ったんですね。ゼレンスキー大統領に向かってですね、あなたは我々に指図する立場にない、数百万人の命と第三次世界大戦をかけたギャンブルをしていると畳みかけたわけですよね。トランプさんはとにかく一旦戦争をやめて人が死ぬのを止めようということなわけですよ。もうどんどん人が死んでいきますからね。だからもうこれをやめさせよう。だからロシアにもやめさせるし、ゼレンスキーさんもあなたもやめなさいということで、とにかく一旦ね、銃を置きましょうと、武器を置きましょうということをやっていきたいということだったわけですよね。ところがゼレンスキーはそんな口でやめたってね、またやられるから一緒だと、アメリカがね安全保障してくださいよと、こういうことなんですよね。米国にはねそこまでの義務があるのかどうかということも含めてですね、やっぱトランプさんはちょっとゼレンスキーさんに対してはカチンときているということですよね。トランプさんの動きはさらに強まってね、こう言い放ったんですね。米国がいなければあなたのカード、切り札は一切ない。我々の軍事装備品がなければこの戦争は2週間で終わっていただろうということで、もう、バンサも含めてですね、ゼレンスキーさんにはあなたは感謝が足りないよと、ね、アメリカにもっと感謝したらどうだと、もう自分の当然の権利のようにね武器をよこせ、ウクライナを守れとね、米軍が守れ、 NATO が守れとかね、そういう言い方をしてるけれども、それはねそのアメリカや NATO の義務ではないんだ。同盟国でもないからね、 NATO にも入ってないわけですね。だからそこまで言う権利はないんだよということを言ってると思うんですよね。アメリカの本音はそうなんですよ。この莫大なお金をね、23兆円という説もあるし46兆円という説もあるけどね、莫大なお金がこのウクライナに流れたんですよ。そしてそのお金のね行方もよくわからないんです。半分ぐらいどっか行ってんじゃないかって話もあってですね、いろんなことが言われてるんですけども、それでもですね、ゼレンスキー大統領は自分たちの言い分も言わなきゃいけないということでね、母国語じゃないんですけど英語うまいですからね、英語でいろいろと釈明を試みるんですけど、かえってトランプ大統領の怒りを煽る形になったという感じなんですね。トランプ&バンス VS ゼレンスキーのやり取りはね、読売新聞が簡潔にまとめているので、もう一度これでね簡単に振り返っておきたいと思います。まずどんな感じだったかというとですね、バンスさんが平和と繁栄の道とは外交に関与することだと言ったと。そうすると今度はゼレンスキーさんの方から2019年に普通独の首脳も交えてロシアと停戦で合意したが破られた、外交とは一体どういう意味かというふうに聞いたわけですね。これはシュタインマイヤー方式による停戦合意のことを言っているわけですね。これ先ほど言ったようなね、そうすると今度はバンスさんがあなたの国が破壊されるのを止めることだ、そのような訴えは失礼だと言ったということですね。しかしゼレンスキーさんも負けてないので、米国も問題を抱えている。欧州との間に海があり、今は分からないかもしれないが将来感じることになるというようなことを言ったわけですね。この海というのは大西洋のことなんですね。大西洋があるからアメリカは自国の問題として捉えられてないんじゃないかと。これはヨーロッパの問題であるけども、いずれですねアメリカにも飛びしてくる可能性があるんですよということですね。私たちは自由と民主主義のためにある意味でその自由主義社会のねヨーロッパやアメリカのために戦ってるんだと、血を流してるんだと。だからそういう意味ではね、あなた方は私たちを支援するのが当然なんだよっていうのは、そういう意識があるということなんですね。ところが今度トランプさんが割って入って、あなたは我々に指図する立場にないと、あなたは切ることができるカード、切り札を持っていないというふうに言ったんですね。で、ゼレンスキーさんも負けずにカードで遊んでるわけではないみたいなことを言ったわけですね。遊んでいるんだとトランプさんは言います。遊んでいるんだと。数百万人の命と、第三次世界大戦をかけたギャンブルをしているというふうに言ってるわけですね。つまりですね、このゼレンスキーさんがどんどんエスカレートさせると、結局西側諸国全体との戦いになってくるので、ロシアもですねどこかで戦術核ぐらいは使うんじゃないかと
ですね。そうなると今度は欧米側もですね、核で応戦しなきゃいけなくなってくるじゃないですか。そうするともう完全に第三次世界大戦、これに中国がロシアの方についたりするともう第三次世界大戦そのものになってきますよね。だからそこまでエスカレートさせてはいけないというのがトランプさんの考えなわけですよね。今すぐ停戦すれば銃弾が飛び交うのは止まり、ウクライナの人々が殺されることもなくなるとトランプさんは言っているということですね。でゼレンスキーさんは戦争を止めたいが安全の保障とともにと言っているんだと、つまり安全保障してくれと言っているわけですね。トランプさんはそれに対して、あなたが取引をするか我々が手を引くかのどちらかだ、我々が手を引けばウクライナは戦い抜かなければならなくなるぞというふうに言ったわけですね。これはですね、まさに近代稀に見る、荒れた外交現場と言えるでしょうね。ただしいつまでもこんなひどい言い争いをテレビカメラや記者団の前で続けるわけにはいかないと判断したトランプ大統領は、もうこれで十分面白いテレビ番組になっただろうみたいな冗談を言ってですね、会談を打ち切ったということなんですね。この激しい応酬の結果ですね、結局鉱物協定に署名せず、その後に予定されていた昼食会もなし、共同会見も中止となってしまったということなんですね。ゼレンスキー大統領は会談の継続を強く求めたんですけども、米国側も拒否したと。関係改善の道は残念ながら一旦閉ざされてしまった格好なんですよね。でこの後米国内だけではなくて世界各国からさまざまな反響というか懸念の声が上がったんですよね。特に大きかったのは欧州からの反発ですよ。しかしトランプさんにはもっと深い思惑があるようなんですね。今からその問題に立ち入りたいと思ったんですけれども、かなりちょっと時間が経ってますね。このまま進めると動画が長くなりすぎるので、続きは次の動画で詳しくお話しすることにしたいと思います。ぜひ引き続き次の動画をご視聴くださいね。よろしくお願いします。